皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、安倍首相の発言について取り上げていこうと思います。今、お隣の国においては、大法院で徴用工判決というものが出されており、この徴用工判決をもって、日本企業の資産を差し押さえている状態です。そして実際に売却しようという申請が行われているのですが、まだ実際には現金化はされていません。日韓をめぐるこの問題において、日本側の報道では、この資産売却が実施されると、それはレッドライン、いわば危険水域に突入することを意味するというふうな解説が流れています。しかし実際には手続きは伸びに伸び、一体いつになったら現金化するかというのは全くわからない状況です。いわばあちらの国がビビってしまって、これを実際に売ったらまずいかもしれないと内心思っているかもというような状況です。そういった状況の中にあって、安倍総理がこの問題に関して、いや実際には売らないんじゃないかなというような発言をしました。一体この発言の裏にはどのような思惑があるのか、今回はそのことについて触れていきましょう。それではこの安倍総理の発言について伝えているニュースからお聞きください。中央日報より、安倍首相、米国が日本企業の資産売却を実行することはないだろう。日本の安倍晋三首相が9日発売の月刊誌文藝春秋とのインタビューで強制徴用賠償判決をめぐる米国内の日本企業の資産売却に対して売却などを実行するようなことはないと思うと話した。インタビューで安倍首相は韓日関係に対し日本企業に賠償を命令した徴用工訴訟判決で米国側が日韓請求権協定違反状態をそのまま放置していると批判し、国政を運営する政権として必ず守らなければならない基本は譲歩する考えはないと強調した。昨年10月に大法院が強制徴用被害者に対する賠償判決を出し、日本政府は韓日請求権協定違反として強力に反発した。現在強制徴用被害者側は大法院判決を根拠に日本企業の米国内資産を差し押さえた後、売却申請をした状態だ。同じ話題についての報道をもう一紙見てみましょう。東亜日報より、安倍氏、元徴用工問題、基本は譲歩しない。安倍晋三首相が月刊誌、文藝春秋12月号で、元徴用工問題について、外交当局間の意思疎通はするが、政権として守らなければならない基本は、絶対に譲歩するつもりはないとし、従来の強硬な立場を固守した。安倍氏は政治評論家の田崎史郎氏との対談で、米国は重要な隣国だ。それゆえ国内の反対世論にもかかわらず、慰安婦合意を最終的かつ不可逆的な形で実現することができたとし、しかし慰安婦合意が現在守られておらず、両国関係の根本である請求権協定の違反状態も放置されていると主張した。元徴用工への賠償と関連して、今年中に日本企業の資産売却がなされる可能性があるという質問には、米国側が請求権協定を守ると話した以上、日本企業の資産は売却されないと考えると答えた。安倍氏は、ムン・ジェイン大統領はどんな人物かと尋ねられ、国家指導者は国の政治情勢と歴史を背に負う、様々な困難を背負っていると考えると述べた。田崎氏は対談後、首相が言葉を慎重に選んだ感じと語った。安倍総理の発言というものは月刊誌の中で語られており、その全文というものはインターネット上には存在しません。そのため、かなり断片的な情報としてこの報道が行われています。そしてこの断片的に語られているということが一つ大きなポイントです。中央日報や東亜日報が伝えている内容というものを見ていくと、あたかも安倍総理が現実を直視しないで、これまでの主張を繰り返しており、資産が売却されないだろうというような、いわばたわごとを言っているかのように伝えています。また、この記事を読んだだけでは、その前後関係というのがなかなかわかりづらい内容になっています。そこで私は一つここで解説を行います。安倍総理は一体なぜこのような発言をしたのか。そのことを知るためには、まず前段階の情報が一つ必要です。それは天皇陛下即位の礼に際してイ・ナギョン首相がやってきて、そして安倍総理と会談を行いました。この安倍総理との会談の中においてイ・ナギョン首相はこのように述べました。我が国は日韓請求権条約について遵守している。
日韓関係は非常に重要な関係であり、この信仰を深めていくためには、現在の摩擦状態を解消していくということが非常に重要だということで、安倍晋三首相と認識が一致したというようなことを話しました。安倍総理はこのようなイ・ナギョン首相の発言を前提として、あちらの国では日韓請求権条約を守るというような話をしているのだから、この日韓請求権条約を守るという前提であれば、日本企業の資産を売却するということはしないはずだというような発言をしたわけです。日韓請求権条約についてあちらの国がこれを全く無視しているというのが現実です。イ・ナギョン首相の発言というのはいわば政治的外交的なあくまでもショーパフォーマンスのための発言に過ぎません。どうせ守らないんだから当然のようにして日本企業の資産を売却されるというような予定が立ちます。それを先手をもってして、いや、イ・ナギョン首相が守ると言っているんだからこれは売却するはずないですよねというように念押しをしたわけです。このような発言を受けて、いや、我々には日本企業の資産を売却するぐらいの度胸はあるんだというような虚勢を張る可能性が十分にあるわけです。日本が売らないでしょうと言えば、そんなわけはないと反発する気持ちをうまく利用した行動だと言えます。また安倍総理は慰安婦問題に関しては日本国内の反対を押し切って、せっかく最終的な解決に持ち込んだのだからこれを覆すようなことはするなということを相手に訴えかけています。これは私が以前から解説の中で何度となく発言している、安倍総理が求めているのはマイナスからゼロというような、あくまでもゼロ起点に戻すことを求めているというその話の延長だと思います。安倍総理はマイナスからゼロへという話を以前からしているわけですが、実際にはそうならないであろうということは想定しているはずです。ですから今回のようにわざと売らないはずだということによって相手が売ることをいわば誘っているような状況です。これまでのムン・ジェイン大統領の動きを見る限り、日本側に何としても折れてくれというような動きを何度となく見せています。一方で自分が折れるということは何としても嫌だというような非常に意固地な性格であることも皆さんもお分かりでしょう。このようなことから見通せる未来というのは当然のように日本企業の資産はいずれ売却されるという未来です。そしてそういった事態が起こった時に実際に何をするかというのが非常に重要になります。安倍総理大臣はこれまで相手にあくまでもマイナスからゼロへ戻すように話をしていたわけですが、相手が攻撃的な行動をして、さらにその状況を悪化させるとなれば、当然のようにして報復を行うべきというような日本国内の世論が高まるのは間違いありませんし、自民党内においても相手国側が口実を作ってくれたという具合にして、あくまでも受け身に反撃することが許されるような状況になります。戦後日本はあちらの国に対してはかなり情報的な外交を繰り返してきました。それによってあちらの国が増長してしまったのはまさに日本側の責任です。安倍晋三首相がこの増長してしまった相手国に対してダメなものはダメなのだといういわば非常に当たり前の外交をできるかどうかというのがこれからの日本の重要な課題になるでしょう。皆さんは安倍総理は一体どのようなことをすべきだと思いますか？ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録を。そして動画への評価もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。ですから安倍総理はあちらの国が日韓請求権条約を守っていないにもかかわらずイ・ナギョン首相が守っているといういわば真顔で虚偽の発言をしたことについてそれを逆手に取ってやろうといういわば一周返しをしたわけです。安倍晋三首相はこのマイナスからゼロへということを相手に求めているわけですが、その先へ進む可能性は十分にあります。その先へ進むためには何が必要かといえば、あちらの国が日本に対してさらに攻撃的な行動をとることです。その攻撃的な行動というのがこの日本企業の資産を売却するという実害を与えることです。
日本企業に実害が及ぶようになれば、それは当然のようにして、安倍晋三の首相の唱えているようなマイナスからゼロへなどという話がさらに遠くなり、マイナスがさらに深まっていくという話になります。このような状況になった時に、一体誰の言葉が一番状況対応にふさわしいかといえば、それは安倍晋三首相ではなく、安倍晋三首相の盟友とも言われる麻生大臣です。